こんにちは。おっすおっす。スーパーロボット対戦30縛りプレイ、やっていきます。縛り内容はスーパーエキスパートプラス、改造、精神コマンド、パイロット養成に一部の縛りなどなど。詳細は概要欄を確認するか、#0の動画の確認をお願いします。ということで前回はリガミリティア、シュラク隊と合流。人の数だけは増えました。なお今後出番がどのくらいあるかと言われると、察し。そういえばこいつらちょっと前まで学生だった。普通の生徒は真面目に授業を受けてたって言ってるけど、残念5は全員何かしら授業中に別のことしてたはずですがね。こう見るとウッソってやっぱりガンダム主人公の中でも特殊ですよね。アムロ、カミーユ、ジュドー、シーブック、さらにはキラ、シン、フリットやスレッタなどなど。なんだかんだ学校には行ってた環境の人がほとんどですからね。少年兵だったりのヒーローとか刹那、世界が荒廃してたガロードぐらいか？ネオジオンの由来ってめんどくさいですよね。母体はハマーンのアクシズだし、アクシズの母体は一年戦争とデラーズ紛争で逃げ延びたジオンだし、シャアのネオジオンとハマーンのネオジオンが同じかって言われるとこれまた運だし。恐怖のギロチンと優しさのマリアっていう、2方向から攻めてきてるの賢すぎる。だからこそ反発する組織も生まれるんでしょうけど、従ったり賛同する人が出るのもまあわからなくはない。まあマリア主義はともかく、ギロチンに賛同できる人は少ないでしょうね。あんなにしっかり首が飛ぶ場面を見せられるとは思わんて。ということでウルガルの調査に向かいます。なおすでにザンスカールの動きが見られる模様。ということで早速出撃。前期出撃可能なので雑に選びますが、位置だけはちょろっと調整しておきます。うっそ、イズル、エッジあたりを前の方に置いといて、ある程度左と右の戦力をばらつかせておけば十分。マーベットさんが戦闘の手本を教えてくれるみたいです。残念ながらその技術は使用不可のものなので、手本は不要です。ということでシナリオスタート。敵はザンスカール、ピピニーデンとルペシノの部隊です。椅子を尻で磨くだけの男。今回はピピニーデンのみ根拠を。残りはゾロアットです。ひとまず何も考える必要はないので、正面に突撃していきましょう。移動力を稼ぐため、玉木は加速も使って突っ込ませます。覚えてるの加速と突撃って、どこの南部さんですかこの人。そこは熱くない。一発でも当てればこいつはしびれるぞ。さっきのレッド5に助けてもらった。僕を狙ってきたなら今だ。完全にスピードで圧倒されている。
かしレベル差がない状態で、敵の改造段階も低いと本当に当たらないんですね。レッド5はともかく、ローズ3まで 1% とかで避けてるの見るとすごいなって思います。機体サイズ大きい分回避率は低くなってるはずなんですけどね。ということでいきなりですが敵増援と味方増援。敵はネオジオン、ザンスカールと共闘してるようです。そして味方。機体もパイロットもはてなはてなはてな。一体何イージリンクスなんだ。というか機体はシルババレットだって情報出ただろうに。ひとまずはパープル2の広域戦術警戒を使用。これを使うことで、敵前期に分析をかけることができます。便利。一瞬の勝負。ニュータイプだとでも言うのか。反撃を開始する。多少の戦力差があろうとも。よく反応してくれた。本当に一瞬。まさかビームサーベルの戦闘アニメでサーベル抜いたりする場面が全くないとはね。このシルババレットにはビームマグナムがなく、武装はバルカンとビームサーベルしかありません。それでも敵が脆いのでダメージとしては十分。適当に味方を送っておいて、数を減らしておきましょう。このステージはある程度経つと敵増援が出てきてザンスカールとジオンは撤退してしまうので、それまでに多く敵を落としておきたい。戦争を終わらせるためにもやるんだ。接近戦で勝負。ここからだ。とどめだ。やればできるじゃないか。そこそこのスピードだけどそれだけだ。容赦はしないよ。なんかいい感じだ。フルネーム表記される珍しい人、ルペシノさん。やっぱり名前が短いからなんですかね。マクベ枠か。ということでウッソにメイビーを使用し必中。ルペシノを落としに行きます。色地をやるような人たちが大きい顔をしてみんな離れてキャノンを使うから。ちとしたことが。早速ルペシノを撃墜。オーバーハングキャノンは移動後に使えてなかなか便利。さてルペシノをウッソで撃墜しましたが、一応ここのルペシノと前回のクロノクル。これをウッソで撃墜するのは、ある隠しの条件になっているため、その後の条件がしっかり達成できるかはわかりませんが、取れる隠し機体とキャラはしっかりと入手していきましょう。さて今更ですが、今作、というかスパロボ V 以降とそれ以前で精神ポイントについて仕様の変更があります。触れてなかったのでこの辺で。スパロボ V 以降の精神ポイントですが、まず最大値の半分の値からステージスタートします。そして無条件で毎ターン後ずつ精神ポイントが回復していきます。簡単に言えば無条件 SP 回復。ちなみに SP 回復を持ってたり、EOS アップデートなどをすると、回復量が増えていきます。いけるか。そこ。
振り切れないよ。ザンスカールザンスか。逃がさない。行くのら遅い。作品の垣根を越えて専用セリフがあるの、最近のスパロボの特徴だよね。好き。スパロボ30は特に多い気がします。個人的には戦闘アニメの凝り方もですが、セリフが凝ってるの好きなので、こういう方向に行ってくれたのはすごい嬉しいですね。もっとやれ。袖付きの名を持ち出して覚悟があるのなら。隊長、申し訳ありません。さて少しだけさっきの精神ポイントの続き。毎ターン回復する仕様なので、時間をかける縛りプレイとの相性はすこぶるいいです。相性良すぎるぐらい。ただしとにかくレベルが上がらないので、最大値が低いんですよね。その辺がスーパーエキスパートプラスの苦労ポイントです。基本連続使用できない。遠距離攻撃ならお手の物ってな。そこだ。これ以上は持たんな。ダメか。さてピピニーデンに触れることもないまま HP がなくなってました。クロノクルのコンテオよりは多めの HP ですが、それでも1万ぐらい。残りは2400ぐらいなので、適当に落としましょう。レベルを上げたいのは現在必中継がないウッソとイズルあたり。この後のことを考えるとウッソで倒すのが大変になってくるので、ここはなるべくウッソで落としたい。指揮官やジャミングで命中率を盛ります。パープル2のカスタムボーナスが欲しい。静かに暮らしている人たちを追い出したお前たちは物欲しさを使う。くらえ。この私が。無事に当たり、ピピニーデンを撃墜。リペアキットを入手したのは大きい。リペアキットやプロペラントタンクなど、小ス系は使ってもなくなりません。その代わりに1個ずつとかしか入手できない仕様。ということでザンスカールは撤退。連邦の勢力圏だからお前らがなんとかしろ理論。なおこっちのバナージ君はそのまま協力してくれるみたいです。なお位置が遠いのであんまり出番はないと思う。そんなわけで敵増援、ウルガルです。今回は前回と違い、ウルガル艦艇もいます。要するに戦艦。前にドライストレイガーの戦闘の際に軽く触れましたが、最近のスパロボは以前までのものと比べると機体サイズの差でのダメージというものが露骨です。大体スパロボ V のヤマトが悪い。とにかく大きいサイズの機体の攻撃が痛い。これだけ覚えてれば OK。なので戦艦の攻撃は数値以上に大きいダメージが出せます。なおこれは敵も同様。あのウルガル艦艇はサイズが見える。なので当たるとだいぶ攻撃力が高いです。今はまだ当たらなければどうということはないできますが、多分どっかで痛い目に遭います。ということでみんなでウルガルに突撃。これが最後の楽な戦闘だ。次のステージからは地獄だ。最後の楽園を楽しみましょう。
調子いいな玉木。でしょでしょ。ウルガに負けてられないのら。逃がさない。行くのら。さて HP が減った玉木を突撃させていますが、これ、ちょっと不安な人もいますよね。ですがご安心ください。スパロボ30は底力がエグい性能をしています。底力といえば、機体の HP が減ると回避率、命中率、走行、クリティカル率が上がるスキル。前作 A ポータブルでは敵の底力に泣き、味方の底力に助けられてきました。そんなスパロボ30の底力ですが、HP が減ると命中回避クリティカル率防御力が上がります。言ってることは同じな気がする。と思うと思いますが、圧倒的な違いが一つ。防御力。これは底力レベル9のものですが、最大効果時比ダメージを 0.1 倍する。0.1 倍です。つまり1000ダメージ与えるには、1万ダメージ与える必要があります。やばすぎ。これにより異次元な硬さが見られます。最強の底力と言われるゆえん。戦い方だって訓練してきたんだ。相手を追い込むんだ。そこだ。ということでしっかりと応援を使用し、ウルガル艦艇を撃墜。まあこれでもまだイズルのレベルは1ですがね。こうして帰っていったどっかのユニコーンの人。相変わらずウッソくんがスペシャルしてますが、まあ相手が相手だし仕方ない。ということで一気に活動範囲が増えました。さらに部隊名もつきます。今回の名前はドライクロイツ。一応ここで自由に名前は変えられます。インターミッションで変更することも可能。まあ特に変更する気はないので、このままドライクロイツでやっていきます。いきなりとんでもないこと言い出しました。必要とあらば世界征服しますって言い切る主人公サイドも珍しい。ということでここからある程度自由に行き先を選ぶことができます。まあ最初は分岐で宇宙を選んでる関係で、そんなに選べるステージは多くないんですが。ちなみに今入手したテスラドライブ S は縛り対象なので使えません。あしからず。効果は宇宙、
空適性を S にして移動力をプラス5する。強いけどやばいってほどではない。はい、ぬるま湯の終わり。次回から敵の強さはスーパーエキスパートと同じになります。この短い分だけで、レベルが20上がり、改造段階が6段階前後上がり、撃墜数が80超えになります。シャープ0で話してたことではありますが、ここからが本当のスーパーエキスパートプラス。次回からが本当のこのスパロボ30縛りプレイの正体となります。さあみんなで地獄に行きましょう。ということで今回はここまで。チャンネル登録や動画の高評価、Twitter のフォローなんかしていただけると泣いて喜びます。それでは、ご視聴ありがとうございました。僕がシャクティの代わりをやるんですか？仕方ないですね。でも僕はカルルの世話も裁縫もうまくないし、花の育て方も知らないし。そういうことじゃなくて、次回予告の代わりをやるんですか？でももう時間切れみたいですので、プレイヤーの皆さんにはこの一言だけ。見てください。